皆さんこんにちは。今回の動画では劇場版名探偵コナンにおける灰原哀の注目シーンについてまとめてみました。2021年現在第24弾を迎えた劇場版名探偵コナン。灰原は第3作目以降毎回登場しています。灰原といえば登場した当初はとても暗くミステリアスな雰囲気さえありましたが、最近ではすっかり今の生活に馴染んで明るくなりましたよね。灰原の魅力の一つともいえるこの性格の変化は長年続く劇場版にもしっかり現れています。今回はこれら6作品をピックアップし、灰原の軌跡を振り返ってみようと思います。孤独な灰原がどのようにしてコナンの相棒へと成長していったのか、参考にしていただけると幸いです。第3作目、世紀末の魔術師は灰原が劇場版に初めて登場した作品です。怪盗キッドに対して対抗心を燃やすコナンに対し、で、平成のホームズさんはどうする気と尋ねるのが初登場のシーンです。その他にも、お手並み拝見させてもらうわよ、工藤くんというセリフもあり、コナンの実力を理解しきってはいないため、試すような口ぶりとなっています。ラスト、燃え盛る城を見て、コナンが死んでしまったのではと思ったのか、小さな声で、バカとつぶやくシーンも印象的でした。ということで、出会ってまだ日が浅く、コナンへの信頼が薄い頃の灰原が見られる作品となっています。続いて紹介するのは第5作目、天国へのカウントダウンです。夜な夜などこかへ電話をかけている様子の灰原。不審に思うコナンでしたが、実際は死んだ姉の家に電話し、録音メッセージを残していました。危険だとコナンに諭された灰原は、私の気持ちなんて誰にもわからないわ、と吐き捨てます。生まれてすぐ両親を失った灰原にとって姉は唯一の家族、誰にも代え難い存在です。その姉を亡くしたショックはとても大きいものでした。灰原の姉への思いが語られるのは劇場版では珍しく、本作ならではの魅力となっています。その後、学校にて灰原はコナンに怒鳴ってしまったことを謝ります。そして一人になった寂しさからついつい受話器を取ってしまうことを打ち明けます。私は誰で、私の居場所はどこにあるんだろうって、私には席がないのよと自らの孤独さを思う灰原でしたが、これを聞いた歩美、光彦、源太は何も知らずに無邪気に接します。そしてコナンはお前は一人じゃないと伝えます。灰原を変えていったのはコナンもそうですが、少年探偵団のみんなの影響もありました。そんな一面が垣間見え感動的なシーンです。ただ当時の灰原はまだその存在に気づいておらず、非常に暗い性格でした。物語終盤、灰原の行動がきっかけでシェリーの居場所を知った黒の組織はビルごと彼女を葬り去ろうとします。爆発のカウントダウンが迫り、ピンチの少年探偵団。自分のせいで周りに危害が及んでしまい、灰原は自分一人爆発の犠牲になろうとします。あっさり命を捨てようとする初期の灰原によく見られていた傾向ですが、自分の運命を受け止め組織に立ち向かう姿勢が見える今の灰原との違いを思うと、その成長っぷりには感慨深いものがあります。ということで、天国へのカウントダウンは今の生活に馴染んだ現在の灰原とは一味違う、暗く哀愁が漂う頃の灰原の魅力がたくさん詰まった作品となっています。次は第6作目、ベーカーストリートの亡霊です。灰原といえば常にクールで大人びた口調が特徴的でしたが、本作では劇場版で初めて子供の演技をする灰原が見られます。コナンにもっと子供っぽい言葉で話せと言われた際、とかなんとか昨日のニュースでいっぱい言ってたよと、少しずつですが今の生活に馴染む努力が見られ始めます。子供のふりをする灰原もギャップがあってとても可愛いですよね。
そして本作における灰原の名台詞がこちらです。バーチャルゲームの世界で全員がゲームオーバーになると現実でも死んでしまうという極限状態の中、次々と消えていく仲間たち。そんな中、コナンをかばった灰原もついにゲームオーバーとなってしまいます。消えゆく際にコナンに残したセリフ。ダメよ、工藤くん。諦めちゃ。お助けキャラがいないなら私たちにとってのホームズはあなた。あなたにはそれだけの力がある。ホームズに解けない事件はないんでしょ。ということで、灰原がコナンに信頼を置いていることがよくわかるセリフとなっています。灰原が面と向かってコナンを褒めるということは意外と少なく、極限状態であるからこそ口にできた貴重なセリフとなっています。続いては第9作目、水平線上のストラテジー。この頃には少年探偵団の保護者としての役回りもしっかり板につき、彼らとの距離感が確実に縮まっていることが伺えます。例えば、風呂に入るというワードに反応した光彦に対し、何？一緒に入りたいの？と冗談を言って光彦をもてあそぶシーンもありました。一方で、かくれんぼの鬼をすることになった際、たまには探す側に回るのもいいかもね、と意味深につぶやく様子から、組織に追われる身であることを決して忘れてはいないことがわかります。このように、心の闇が晴れきれていない様子も描かれるものの、初期に比べて性格は随分と明るくなりました。初期の灰原から現在の灰原へとちょうど過渡期にあたるような作品と言えます。そして第11作目、紺碧のジョリー・ロジャーでは、コナンと灰原が協力して調査を進めるシーンが目立ちます。あら、いつからあなたの助手になったの？私。と尋ねる灰原に対し、コナンは、いや、助手じゃなくて相棒かな、と、本作で初めて相棒というフレーズが登場します。これまでコナンに大きな信頼を置いてきた灰原ですが、コナンの方も灰原のことを信用し、頼るようになりました。相棒と言われ灰原は、調子いいこと言っちゃって、とたしなめていましたが、どこか嬉しがっている様子もあり、そんなツンデレなところも灰原の魅力の一つです。このシーン以外にも全体を通してコナンと灰原のシーンが多い本作は、怖いファンにとっては見逃せない一作となっています。そして以降の作品では、灰原はコナンの相棒としての役回りがどんどん定着していきました。例えば第21作目、からくれないのラブレターでは、灰原は事件現場から離れてはいるものの、電話やメールでコナンと連絡を取り、事件の手がかりを提供します。灰原お得意のパソコンを使った解析は、科捜研も顔向けの活躍っぷりでした。ただ、コナンの頼み方がだんだんと雑になってきていて、灰原がちょっぴりかわいそうでした。電話で会話していても、捜査に夢中なコナンに勝手に通話を切られてしまい、ムッとする灰原でしたが、文句を言いながらもなんだかんだ協力していました。また、事件に関する情報をメールで送る際、件名をお土産忘れないでよねとしている点にも、2人の関係性が地味に現れていました。相棒として互いを理解し合い、強い信頼関係で結ばれているからこそできる連携プレーが見られる作品です。というわけで今回は灰原の性格の変化に焦点を当てて、劇場版における灰原の注目シーンについて紹介してみました。正直今回紹介した以外にも注目シーンはたくさんあり、どれもこれも見逃せません。コナン映画を作品順に一気見すると、灰原の性格の変化が終えて面白いと思います。時間がある方はぜひお試しください。ちなみに皆さんは孤独で暗いイメージな昔の灰原と、ツンデレで時にはギャップが可愛い今の灰原、どちらが好きですか？よければぜひコメント欄で教えてください。またこのチャンネルでは他にも名探偵コナンに関する解説動画を上げております。よければチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。